こんにちは、かなおです。今回は野生児について考察していきます。野生児といえば、日本では狼に育てられた少女とか少年の話が有名でしたが、最近は鬼滅の刃の影響で、イノシシに育てられた少年、橋平伊之助を思い浮かべる人も多いかもしれません。他にも、ターザンやジャングルブックなどのフィクションも有名で人気がありますね。野生児とは、捨てられ動物に育てられた子供、または捨てられ人との接触がないまま野生で育った子供という定義でしたが、現代では監禁され適切な養育を受けられない状態で育った子供もこの定義に入ります。野生児の存在は神話の中でも触れられており、多くの国や民族で伝承も残っており、近代や現代においては写真などの証拠とともに記録されています。有名なのは、ローマの神話に出てくるロームルスとレムスです。レムスは、王政ローマを建国した初代国王であり、ロームルスは、その兄で2人は双子です。これは神話なので、実話かどうかはわからないのですが、大昔から、人が動物に育てられるということ自体はいくつもあったのだと思われます。特に狼が多い気がしますね。また、一時話題となった野人は、野生児が成長したもので、野生で生きてきた人間です。1980年代だったと思いますが、テレビに取り上げられて、書籍も数紙発行され盛り上がりました。証拠とされるものが全て本物かどうかは、議論があるところですが、学者の方々が研究なども行っており、野生児の実在が確認されているものもあります。それでは、実例をいくつか見てみましょう。欧州で一番有名であろうと思われるのがカスパー・ハウザーです。彼は1828年5月26日に当時のバイエルン王国ニュルンベルクのウンシュリット広場で突然現れ発見されました。今のドイツです。カスパーは現代でいう野生児です。彼の場合は捨てられて野生で育ったというタイプの野生児ではなく、監禁され適切な養育を受けられない状態で育った子供という野生児に分類されます。発見された当時は、満足に言葉を話すこともできず、水とパンしか与えられていなかったので、年齢の割には小柄でした。ただし、かなり鋭敏な人並み外れた能力も持っており、特に聴覚と暗視能力については、非常に高い能力を持っていたようで、暗闇で書籍を読めたり、人が視認できない距離で、クモの巣に獲物がかかっていることを悟ったりしていたようです。これは音で感知していたと思われます。おそらく、この鋭敏な暗視能力と聴覚は、幽閉されていたために研ぎ澄まされた能力であったと思われます。密閉された空間で、周囲の状況を知るための手段が音だったのでしょう。そのため、音を感知する能力が異常に発達したものと思われます。また、暗視能力は、光のない状況で監禁されていたため、極めて少ない光でも視力を維持できるようになったものと思われます。微光暗視装置をつけているような感じですね。また、カスパーはいくつもの絵画を残していますが、水彩画も鉛筆画も芸術性の高い作品を残しています。こちらは、持って生まれた能力なのかもしれないですし、幽閉、監禁されたことにより発達したのかもしれません。不明です。彼は王侯貴族のお家騒動に巻き込まれて監禁されたと言われており、本来は王となるべき人物だったようです。写真による記録が残っているものでは、1867年にインドで発見されたディーン・サニター。彼は狼の群れで暮らしているところを発見されています。発見当初は狼と同じ所作をしていたようで、食事も生肉しか食べなかったようです。彼は人としての生活が送れるようにケアを受けたようですが、言葉は喋ることができなかったようです。
1900年代に入っても野生児は多数報告されており、1920年にはインドで狼に育てられた2人の姉妹が発見され、写真に記録されています。カマラとアマラと名付けられており、カマラは8歳、アマラは1歳半だったとされています。2人ともディーン・サニターと同じく、狼と同じ所作を行い、生肉しか食べなかったようです。2人ともほとんど言葉を喋ることができなかったようですが、聴覚、視覚、嗅覚はかなり鋭敏だったようです。現代では、ウクライナで3歳から8歳まで犬と一緒に暮らしていたオクサナ・マラヤという少女が1991年に見つかっています。叫びたりの両親が面倒を見るのを放棄したため、家の裏の犬小屋で犬と共に生きてきたのです。犬と一緒に長く過ごしたため、犬のような所作を行い、吠え、うなり、四足歩行し、犬のようにあらゆるものの匂いを嗅ぐ動作をしていたようです。また、犬の群れを守る行動などもしていたようで、身体以外は犬になっていました。発見されてから人間として生活できるよう、治療やセラピーを受けたようですが、言葉は覚えても、人とのコミュニケーションや人としての感情表現は正常にできず、人が持つ情緒性を持つこともできなかったようです。我々の社会でも、引きこもって人と接触しない生活が長い人の中には、コミュニケーション能力に問題がある人がいます。やはり、人としてのコミュニケーション能力は、人と接することによって培われるのでしょうね。同じく、1991年には、ウガンダで猿に育てられた少年、ジョンが発見されています。3歳からアフリカミドリザルと共に生活していたようです。彼は、野生に入る前に言葉を覚えていたようで、発見された後は、人間としての生活ができているようです。2007年には狼に育てられたと思われる少年ライカがロシアで発見されています。爪が伸びて鍵爪のように鋭くなっており、歯も犬歯が異常に発達していたとされていますが、検査が終わる前に病院を脱走し、未だに行方不明です。発見当時は完全に狼と同じ状態であり、村人に危害を加えてもおかしくない状態だったと、ロシアの治安当局が発表しているので、完全に狼になっていたのでしょうね。どこに行ってしまったのでしょうか。まだ、ロシアで狼として生活しているのでしょうかね。こうやって見ると、狼に育てられた例が結構多いですね。他の国では、野良犬に育てられたルーマニアの例なども報告されており、犬科の動物は人間と相性がいいのでしょうかね。伝説や伝承でも狼に育てられたという神話がありますし、昔から狼に育てられた人間は結構いたのかもしれないです。このように動物に育てられた野生児が稀に発見されていますが、現代では動物に育てられたり、野生の環境に捨てられたりした子供たちより、監禁されたことによる野生児が増えています。これは人による虐待です。加害者の多くは両親です。とても悲しいですね。野生児に共通する特徴は、人間らしさがないこと、特にコミュニケーション能力です。当然ながら人と接していないので言葉が話せません。保護された後も言葉を喋られずに一生を過ごすケースが多いようです。逆に、聴覚、視覚、嗅覚は鋭敏となっていることが多いようです。ライカのように牙や爪が尖っているなど身体まで変化している例もあるようです。そして多くは味覚が発達していません。これは食事のせいでしょうね。味がついた食事をしないと味覚が発達しないのでしょうね。そして一番共通する特徴として言葉が覚えられない、喋られないことが多いというものです。これは言語獲得の臨界期を過ぎたという仮説が有力で、人間は5歳までに言葉に触れる機会がないと言語を獲得できないという仮説です。野生児たちが発見されてから人としてケアを受けても、多くは言語を習得できずに終わるのは
この臨界期を超えてしまったためではないでしょうかね。発見後、言語を話せるようになった野生児は、野生に入る前に言葉を覚えていたようなので、この仮説が有力です。しかし、現代でも、両親からの虐待で監禁される事件などが起きているようで、とても胸が痛みます。子供たちがすくすくと人間らしく育つ環境は本当に大切だと思いました。特に乳幼児の頃に野生に入って5歳以上になってしまうと、言語の獲得はほぼ絶望的です。親は本当に重大な責任を持っているのだなとつくづく思います。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければ、チャンネル登録といいねをお願いいたします。今後も皆様の持つ謎や不思議を考察していきたいと思います。